こんにちは、アルシチャンネルです。今回はバナナの魅力を100文字で伝えてください。著者は柿内孝文さん。ベストセラーを何冊も出しています。この本では、人はちゃんと伝えてもらわないとわからない。だから、ただ伝えるだけではなく、伝わる技術を紹介しています。早速見ていきましょう。以前、人は見た目が9割という本がベストセラーになりました。実際に見た目が9割かどうかはいろいろな考えがありますが、人は目に入った印象で判断してしまいがちです。つまり、心の中など見えない部分は判断材料になりにくい、伝わりにくいということでもあります。言わなくても分かってもらえるはず。こんな期待はしない方がいいと思います。また、一度伝えたからといって相手に伝わったと思うのは危険です。一度で伝わらないときは繰り返し伝えることが必要です。ただ何度も繰り返すのは結構面倒です。なので何が伝わって何が伝わっていないか確認する時間を少し作ってみてください。例えば仕事の打ち合わせ。打ち合わせの内容を相手がちゃんと理解しているか不安なときは、その場で相手と打ち合わせたことを確認をします。打ち合わせの最後の5分を使って、その日打ち合わせた内容を改めて相手に話してもらう。これだけです。この確認で大切なのは、伝わっているかどうか不安な人に話してもらうこと。自分の中で理解できていないことは、うまく相手に伝えることができないので、何が伝わっていないか確認することができます。また、人は基本的に話をあまり覚えていません。人はかなりの情報を忘れてしまうのです。例えば、人が何かを記憶したとき、1時間後には 56% 忘れ、翌日には 66% 忘れ、1ヶ月後には 80% を忘れると言われています。これだけ忘れてしまうわけですから、自分が伝えたことも相手が忘れてしまう可能性は十分にありますよね。なので、忘れられている前提で、伝える頻度を高めることが大切です。では具体的に伝わる技術11個をご紹介します。まず1つ目、比較の法則。比較しないと魅力がなかなか伝わりません。ある焼肉屋さんに行った時、肉の部位別盛り合わせというメニューがありました。カルビ、ロース、貝のみ。どの部分も美味しかったのですが、盛り合わせを食べ比べることで、それぞれの部位の美味しさの違いが分かりました。脂身の美味しさや肉の味の深さや旨味の違い、単品だけを食べただけでは分からない、それぞれの魅力が食べ比べという比較をすることで際立ったわけです。そうなんです。魅力や価値は比較することで明確になります。比較することで違いが見える化して魅力が浮き彫りになっていきます。また、比較の一つにダメな部分を伝えることで良い部分を引き立たせるという伝え方があります。以前お寿司屋さんで深海魚を勧められたことがあります。見た目はいまいちだけど味は抜群だよ。大将にそう言われて食べてみたら確かに美味しい。美味しいよとただ言われるよりダメなところを教えてもらうことでより味の良さが引き立ちました。この比較という方法は簡単にできて使いやすい方法です。2番目、振り落ちの法則。振りと落ちはお笑いの世界でよく聞く言葉です。振りは相手にこの先はきっとこうなるんじゃないかというイメージをさせること。一方、落ちはそのイメージを裏切るような驚きのある結末を用意することです。この振りと落ちにより笑いが生まれます。伝え方でも振りと落ちは大切です。ただ、伝え方における振りと落ちはお笑いのものとは少し違います。伝え方の振りと落ちは振れ幅を大きくしてより価値を見える化するための手法です。例えば、あるお母さんがうちの子が東大に入ったのと聞いて、あなたはどんな印象を受けますか？きっと出来のいいお子さんなんだなと思うでしょう。でも、こんな振りがあったらどうでしょうか。うちの子、
高校2年が終わるまで本当に成績良くなくて、偏差値も40。そこから頑張って、塾にも行かないで、現役で東大に入ったの。こんな話を聞いたら驚きますね。一体どんな勉強をしたんだろうか。どうしてそんなに短期間で成績を伸ばせたんだろうか。興味が一気に湧いてきます。この話には振りとオチが入っています。そのおかげで話にぐっと興味が湧いてくるんですね。この話の振りは、高校2年が終わるまで成績が良くない。偏差値が40。塾に行っていない。そしてオチは、現役で東大合格。振りがあるかないかで伝わる印象が大きく変わります。例えばダイエット商品でもこんな広告がよくあります。体重80キロの人がこの商品を使ってダイエットに挑戦。見事20キロ減量に成功した。いわゆるビフォーアフターと言われるものです。これも振りとオチの一種。アフターしかないと何がすごいかよくわからない。ビフォーがあることでアフターの凄さが伝わってきます。絶対値が大きく見えるわけです。では具体的に振りとオチはどうやって作ればいいのでしょうか。おすすめは引き算で作る方法と足し算で作る方法です。引き算というのはダイエットのビフォーアフターのケースがそれにあたります。今、つまりアフターに対して大きなギャップがあるビフォーを振りにします。一方で足し算で作る振りとオチはこんな感じです。美味しいうなぎの例で説明します。まず振りがない状態は鹿児島産の美味しいうなぎ。これに対して足し算でうなぎの魅力を高めるために振りを入れていきます。創業以来50年継ぎ足してきた秘伝のタレを使い、炭焼き職人が作った備長炭で焼いた鹿児島産の美味しいうなぎ。どうでしょうか。より食べたくなってきますよね。振りを入れることでオチの価値が高まる。これが足し算の振りとオチです。日常会話だと例えばこんな風に使います。このスニーカーすごく欲しかったモデルなんです。ここまでがオチです。そしてこれに足し算で、お店に買いに行ったらどこも売り切れで、実は10軒以上回ってやっと手に入れたんです。すごい人気なんですよ。この後半部分が振りです。この振りとオチを使うことはプロセスを見せることにもつながります。10軒以上回ってまで欲しかったスニーカー。このプロセスが見えることでオチの価値が高まるわけです。事実と心の法則。ファクトとメンタルの法則とも言います。伝えるを考えるときに見落とされがちなのが、伝えるというのはこの2つに分かれるということです。事実を伝える。感情を伝える。例えば、吉野家の有名なキャッチコピー。うまい、安い、早い。これはファクトとメンタルを掛け合わせています。うまい。これはメンタル、感情です。安い、早い。これは事実、ファクトです。このように広告のコピーにはファクトとメンタルの掛け合わせがよく使われています。かっぱえびせんのやめられない、止まらない。これはやめられないがメンタル、止まらないがファクト。同じことをメンタルとファクト両面から伝えた名コピーです。ファクトとメンタルの法則は日常の会話や文章にも使えます。例えばカラオケに行って友達の歌に感想を伝えるとき、すごい高音が出ていたね。声もよく出ていて。ここまでがファクトです。メロディーに乗った声が心にぐっと迫ってきたよ。すごく良かった。後半がメンタルです。例えば誰かが作ってくれた料理を褒めるとき、例えばこんな感じで伝えます。味がよく染み込んでいて、とっても美味しい。前半がファクト、後半がメンタルです。このようにファクトとメンタルの掛け合わせを使った表現で、人に伝わる会話や文章を心がけましょう。伝わる技術4つ目、言い換えの法則。年を取ることは老化ではなく進化。
これはある有名女優さんの言葉です。この言葉に出会った時、年を取ることへの不安が期待に変わりました。それ以来、僕も自分の老化を感じた時は、進化だと思うようにしています。以前はできるだけ若く見られたいという思いが強かったんですが、最近は自分の年齢を堂々と言えるようになりました。言葉の力ってすごいですね。一見同じようなことでも、どういう言葉を載せるかで伝わる価値は全く変わってきます。どうせなら自分にとっても相手にとってもポジティブに伝わった方がいい。そんな時に力を発揮するのが言い換えです。言い換えとは伝える価値を変換する。そして自分を楽しくさせてくれる方法です。この言い換えはそのままストレートに伝えるときつく聞こえてしまうような時にも力を発揮します。特に言い換えをした方がいい言葉は極端語です。極端語とは、いつも、全部、全く、など、否定をするときに使うことで、否定を強烈に後押しする言葉になります。どうしていつも遅刻するの？一体何度言ったらわかるんだ？これが極端語です。この場合は、いつもや一体という言葉を使わず、別の言葉に言い換えます。どうして遅刻するの？何度も言ってるので分かってほしい。このように伝えれば相手にもうまく伝わると思います。僕も言い換えをよく使っています。不安なことがあれば自分に向けて不安ではなく修行と心で伝え、不安の感じ方を小さくしています。失敗があれば課題発見と言い換えて解決のヒントをもらったと思うようにしています。そうするとストレスが減り、失敗したことよりもどう課題を解決するかに意識がいき、結果的に自分の成長に結びつけることができます。他にも、やる気が出ないことを休み時と言ったり、疲れたは頑張りました。お腹が空いたは内臓の休息。あなたも言い換えを使って自分をポジティブに保つようにしてみましょう。次は、例えの法則。身近なものに例える。これも伝わる技術の一つです。例えることでイメージが見える化し、自分ごと化するという効果があります。例えば、あなたが知らない会社でも、不動産業界のユニクロとか、半導体業界のスターバックス。こう言われると、初めて聞く会社でも、どんな会社かイメージがしやすくなります。アップルを創業したスティーブ・ジョブズは、コンピューターのことをこう言っています。コンピューターは知性の自転車。知性の自転車なんてかっこいい例えですよね。この例える時のポイントは、伝えたい相手が理解しやすいものを選ぶようにしてください。そして、あまり大げさな例えは逆効果になるということも覚えておいてください。次は、ネーミングの法則。伝わるとは、頭の中に見える化させることとも言います。この見える化のための方法の一つにネーミングがあります。名前をつけるということです。なぜ名前をつける必要があるのか。それは名前があることでそれをより認識できるようになるからです。また名前をつけると愛着が湧くこともありますよね。例えば友人と沖縄旅行に行こうと思ったとき、沖縄旅行ではなく沖縄地グルメ旅行。どちらが魅力的な旅に思えるでしょうか。ちょっとした違いですが、沖縄地グルメ旅行は旅の目的も明確になり、楽しそうなイメージが伝わってきます。このネーミングは様々なシーンで活用できます。例えば子供の勉強の予定を立てるとき、予定表に算数、国語と書くのではなく、苦手な算数攻略大作戦とか、漢字を30個覚えてお菓子を食べようタイムなどと予定表に書き込むと子供も捉え方が変わってきます。またスケジュール帳にはネーミングした予定を書くとその時間の価値が高まります。A さんと打ち合わせではなく A さんと未来の業界について語り合う会、 B さんと食事ではなく B さんと美味しいものを食べて仲良くなる会のような感じです。こんな予定が入っていたら楽しくなりますよね。
では、このネーミング、どうやってつければいいのでしょうか。難しく考えずに、楽しめたり、モチベーションが上がるような名前をつけてみることをお勧めします。次は、間の法則。相手に伝わるには、受け手側の覚えて、考えて、理解するという流れが必要です。文章とは違って、会話ではどんどん先に進んでいってしまうので、この流れがスムーズにいかないと、伝わらない状態のまま会話が続いていくことになります。そこで大切になるのが間です。間には相手が覚える、考える、理解する時間を作る役割があります。プロの話では話がスピーディーでも適度に間を作っています。緊張したり熱が入りすぎると早口になる人は特に気にするようにしてみてください。次は数字の法則。数字は頭の中をくっきりはっきりさせてくれます。昔このような本がありました。タイトルは親が死ぬまでにしたい55のこと。そしてこの本の帯にはこう書いてありました。仮に親が今60歳とすると、親の残された寿命はあと20年。1年に会うのは6日間。その間1日にいる間は11時間。これをかけると1320時間。つまり、あなたが親と一緒に過ごせる日数は、あと55日間しかないのです。親があと20年生き、1年に6日間帰省する。そのような人が親と一緒に過ごせる日数は55日間と具体的な数字を出したのです。この計算をすることで、親と過ごす時間は実はそんなにないという驚きの事実を見える化したコピーです。このように親と過ごせる時間は意外に少ないと言われるより、数字を使って具体的に提示してくれた方がはっきり伝わります。例えば、あなたは多くの人の中から選ばれましたよりも、あなたは1000人の中から選ばれました。また、この話のポイントはいくつかありますよりも、この話のポイントは3つあります。このように数字を使った方が相手の頭の中に見える化させることができます。数字を使うメリットをまとめると、解像度が上がる、ポイントがわかる、スペシャル感が出る。次は外部力の法則。人の力を借りるのはかっこ悪いと思っていませんか？そんなことはありません。他人の力を借りることは伝わる技術の一つで、僕はこれを外部力と呼んでいます。特に子供にストレートに伝えても理解できないときは、外部力を利用するのが効果的です。昔から鬼が来るよ、お化けが出るよと叱ったりするのは、そういう力を利用するしつけ方なんですね。出版の世界では、この外部力を活用して伝える方法として、帯の推薦があります。有名な人などに本の推薦をしてもらうもので、この第三者の力を借りて、本の魅力を伝えたり、信頼感を高めたりします。このような第三者の力を活用することが外部力です。人にお酒を勧めるとき、すごく美味しいお酒です。というよりも、去年のコンクールで金賞を受賞した、とても美味しいお酒です。この方が魅力的に伝わります。ただ気をつけなければいけないのは、この外部力の使い方を間違えると、あなたの信頼をなくすことにもつながります。間違えた使い方とは、自分の考えがなく、ただ外部力を使うこと。例えば、上司から言われたことをそのまま相手に伝え、上司がこう言っているので、など自分の考えではなく、人に言われたからというトーンの人。こういう言い方をすると、自分の考えがない人と見られてしまい、相手の信頼を得にくくなります。この外部力の活用は、自分の考えを相手に伝えるためのもの。そこを外さないように活用してください。次は、相手メリットの法則。相手のことを考えるだけではなく、もう一歩踏み込んで、相手がよかった、嬉しいと思えるように伝えていくことが相手メリットです。レストランで注文した料理がなかなか出てこなかったことがありました。その時、ホールスタッフの人が僕にこう言ったんです。
すいません。今美味しい料理を一生懸命作っていますので、もう少しお待ちください。なんだか嬉しくなりました。時間はかかっているけど、スタッフの人の言葉には信頼感がありました。料理への期待感も高まります。これがもし、今混んでいるので、すみません、もう少しお待ちください。と言われたら、ちょっと残念ですよね。マイナスの状況でも、相手メリットで伝えることで、マイナスをプラスに変えることができます。また、相手に注意をしたりする場合、そのまま伝えると感情的に反応されたり、時には喧嘩になることもあります。こんな時にも相手メリットで伝えてみましょう。最後は文脈の法則。質問です。お前バカじゃないの？は人をバカにした言葉でしょうか？この言葉だけ聞くと人をバカにしている言葉という印象を受けますが、これだとどうでしょう？徹夜でギターの練習をしていたなんて、お前バカじゃないの？この場合のお前バカじゃないのというのは、相手に対してすごいという意味で使われています。一方で、なんで同じことを言ったらわかるんだ？お前バカじゃないの？こんな感じで言われたら、相手をきつく非難する言葉になります。同じ言葉なのに伝えたい意味は全く逆。これが言葉の難しいところです。違うのは文脈。だから文脈作りは大切。文脈というのは前後の関係や背景などから導き出される流れのようなものです。この流れを無視すると言葉の意味が正反対になったり意味がわからなくなったりします。では、わかりやすく伝わる文脈はどうやって作ればいいのでしょうか。文脈では次の3つの要素を考える必要があります。1つ、目的。2つ目、前文脈。3つ目、後文脈。例えば、親が子供に注意をするとき、文脈がうまく伝わらないと、子供はただ怒られているという印象を持ってしまいます。横断歩道はちゃんと左右を見て、車が来ないことをしっかり確認してからじゃないと、渡ったらダメよ。他の人が渡ってても安全なわけじゃないんだから。こんな風に伝えると、もしかすると怒られているように感じる子供もいるかもしれません。そんな時は文脈をしっかり作って伝えます。車にひかれるのは嫌だよね。最近この道路で事故があって車にひかれた人がいるんだよ。横断歩道を渡っている時に車の運転手さんがよそ見をしていてあなたに気づかないこともあるから。渡るときは左右を見て車がいないことを確認してから渡ってね。他の人が渡ってるからといって安全なわけじゃないんだからね。もしあなたが車にひかれたらママは悲しくてしょうがないからね。約束ね。いかがでしょうか。このくらいの文脈があれば怒っているのではなくお母さんが心配していることが伝わるんじゃないでしょうか。ここまで具体的に言うのは大変ですが、大切なことを伝えるときには必要なことだと思います。この伝え方を分解すると、目的は子供が事故に遭わないように注意をして横断歩道を渡れるようになることです。そのことを子供に実感してもらうように伝えることです。ここでは車にひかれるのは嫌だよねがそれにあたります。前文脈は最近この道路で事故があって車にひかれた人がいるんだよ。横断歩道を渡っている時に車の運転手さんがよそ見をしていてあなたに気がつかないこともあるから。そして後文脈はもしあなたが車にひかれたらママは悲しくてしょうがないからね。約束ね。こうすることで子供はお母さんの思いも分かりつつ注意をされたと受け取るはずです。あなたが話すときは自分が分かっているし、だから相手も分かって当たり前と思っているかもしれませんが、文脈が分からないまま相手の言うことが理解できる人はほぼいません。だから正確に伝わるためには面倒でも文脈が分かるように丁寧に話をした方が合理的です。